今回の動画では、日本昔話、カチカチ山の知られざる謎と真相について深掘りしていきます。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、この話は単なる昔話ではありません。ウサギの謎の行動、残酷な復讐劇、火薬を使った作戦、そして驚きの結末、そこには不思議がいっぱいです。今日は、誰もが気になる5つの謎と、おまけでもう一つの謎をじっくり解説します。まずは、物語のあらすじからおさらいしましょう。カチカチ山は、タヌキが村で悪事を働き、人間に捕らえられる場面から始まります。タヌキはある老夫婦に捕らわれるのですが、油断していた老婆を騙して逃げ出し、残酷な行動に出てしまいます。そして、このタヌキの悪行に怒りを覚えたウサギが、復讐のために数々の罰を与えようとするのです。この物語の背景には、昔の日本で農作物や家畜に悪さをするタヌキやイノシシなどが害獣として認識されていたという歴史もあります。タヌキへの懲らしめは、自然の脅威に立ち向かう人間の姿とも重なっているのです。まず最初の謎は、ウサギの残酷な復讐です。なぜウサギはこれほどまでにタヌキを罰したのでしょうか。実は、ウサギは老夫婦の友人として登場します。老婆がタヌキに殺されたことに深い悲しみと怒りを感じたウサギは、タヌキを許せなかったのです。この背景には、日本の昔話にしばしば描かれる、正義の復讐というテーマが見え隠れします。ウサギは、村の平和を守るために立ち上がり、タヌキに罰を与える決意をしたと考えられます。ウサギの復讐の理由には、当時の農村社会で、村人たちが外敵に対して団結して戦う姿勢が反映されているとも考えられます。このように、単なる復讐話ではなく、村人と動物たちの友情や正義が描かれているのです。次にご紹介する謎は、ウサギがどこから火薬を持ってきたのか、という点です。この物語では、ウサギが火薬を使ってタヌキの背中に火をつけるシーンがありますね。でも、火薬なんて動物が持っているはずがありません。この火薬が登場するのには、ウサギが知恵と策略でタヌキをやっつける存在として描かれていることが背景にあります。火薬は当時貴重なものでしたが、物語の中でウサギがこれを入手し、活用するのは、彼が知恵の象徴としての役割を担っているためです。ウサギが火薬を使うことで、ただの力ではなく知恵と策略でタヌキに勝とうとする様子が表現されているのです。次に、ウサギとタヌキの関係性について考察してみましょう。実は日本の民話では、ウサギとタヌキがライバルとして描かれることがよくあります。ウサギは知恵や策略を使い、狡猾なタヌキに対抗する存在として描かれます。ウサギはこの話で正義の味方、タヌキは人を欺く存在という役割を持っていて、まるで善と悪の象徴のようです。この対立の構図は、物語の教訓を明確にし、人々に道徳的なメッセージを伝えるための工夫とも言えます。日本の昔話には、このような善と悪の対立が多く、ウサギとタヌキもその象徴です。さて、4つ目の謎はタイトル、カチカチ山の意味です。皆さんは、カチカチという言葉から何をイメージしますか？これは、ウサギがタヌキの背中に火をつけようとする場面で、木をカチカチと叩く音に由来しています。この音が、タヌキには何の危険もないと誤解させ、ウサギの策略が成功する重要なシーンになっています。このカチカチという音が、不吉な結末へとタヌキを導くサインであり、ウサギの知恵と策略を表す音なのです。次に、物語の結末が地域によって異なる点について見ていきましょう。多くのバージョンでは、タヌキがウサギに懲らしめられてしまいますが、地域によってはタヌキが改心して反省する結末もあります。これらの異なる結末は、地域ごとの道徳観や、教訓としてどのように伝えたいかによって変わった結果です。このような多様な結末があることで、昔話は地域ごとに受け入れられる形で伝承され、様々な教訓を持つ物語として残ってきたのです。最後、おまけの謎に取り上げる謎は、ウサギは本当に正義の味方なのか、です。カチカチ山
でうさぎはタヌキに復讐する役割を担っていますが、皆さんもご存知の通り、その手法は非常に過激です。火薬で背中に火をつけたり、最終的には命を奪うような行動を見せますが、これを正義と呼べるのでしょうか。一方で、日本の昔話には、必ずしも正義イコール善とは言えない曖昧なヒーローが描かれることも多くあります。特に、カチカチ山のような物語では、ウサギは正義感に燃えた復讐者というよりも、怒りに突き動かされる姿として描かれているのかもしれません。むしろ、復讐がもたらすものの虚しさを暗示しているのではないでしょうか。皆さんはどう感じますか？いかがでしたでしょうか？カチカチ山には数々の謎が隠されており、その奥深い意味に触れることで日本の昔話の魅力を再発見できます。皆さんは、うさぎの復讐にどんな意味を感じましたか？この動画が面白かった方は、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。